こんにちは、包丁研ぎ修行チャンネルのナモです。前回、洋包丁の研ぎがどこまでできるようになったのかっていう基礎編を動画にしたんですけれども、次は使い手に合わせたゴールを見定めたいという内容です。包丁を使うことがある皆さんにお聞きしたいのですが、よく切れると思う包丁はどんな包丁でしょうか？自分の勉強にもなるので、ぜひ教えていただきたいです。例えば、頻繁に研がなくちゃいけないけど切る時に摩擦感がない包丁だとか、23ヶ月研がなくてもザクザク切れる包丁だとか、いろいろ使い手によった理想があると思うんですよね。ちなみにこの例えだと、こちらの方がより美味しく切れるのでプロ向けで、こっちは、このプロ向けよりは少し切れ味が落ちるので一般向けと言えますね。ではこれから、本題に入っていきます。前回の動画で良い洋包丁の形状を紹介しました。この形をゴールとしていいんですけれども、研ぐ洋包丁がどんな形状をしているかっていうことで、かなりゴールまでのプロセスが変わってしまいます。私が経験して分かったことなんですけど、初心者っていうのは厚みが理解できない、どれぐらい厚いのかっていうのがイメージしにくいと思うので、今回は刃の厚みの話だけをします。まずは指でつまんで厚みを感じるものを話していきます。この包丁は三徳包丁なんですけど、右のように峰から刃先までの距離が長いものと比べたら短い、そしてその分分厚いです。よく切れるようにしたいと思ったらひねりを入れながらかなり広範囲を減らす必要があるんですけども、これだけ厚みがあるんだったら専門店にお願いして全体的に機械で厚みを抜いてもらうのがいいかもしれません。で、自分で研ぐのであればストロークと早く削る練習相手にはなるんでしょうが、全然研ぎ終わらないと思います。逆に味は気にしないから今までよりも切れてくればいいとか、長切れさせたいってことであれば一般的に知られている15度で刃が入りが出るまで研ぐとか、研ぎ補助具とか、でいいと思います。ママ友の包丁をこのように研いだらよく切れるって言って非常に喜んでました。次は新品など少し小刃がある場合です。これは小刃の角がないようにするとか、欠けがある場合も同じで、小刃の角だったり欠けがなくなるまで削っていく。で、最後に糸刃をつけます。糸刃は刃先だけにつけるキラッと見えるかなぐらいの刃のことです。で、最後、新品で小刃なし。私はこれが初心者に一番優しいと思っています。なぜなら、ゴールの形に一番近いからですね。小刃がないので、糸刃の刃付けだけでいけます。切れ味落ちたなと思ったら、さっと糸刃をつけるだけなんで、研ぎのハードルが低くなりますよね。で、糸刃が太くなってくる前に側面を研いであげると、また糸刃だけの刃付けができます。で、ここまで聞くとめっちゃいいじゃんと思うかもしれませんが、残念ながら一長一短で、この仕上げ方だと長切れしない。使う人と鋼材によってすぐ刃が潰れてしまうんですね。このようにどう仕上げたいのか、ゴールはどこにするのか、でそれに伴って砥石を何番から始めるのか、荒砥なのか中砥なのかで、それでもなかなか研ぎ終わらないときは、もしかしたら鋼材にその砥石が合ってないとか、そういった知識が少し足りないのかもしれない。本当にいろいろな砥石を試すっていうことを今やってます。同じ作り方の砥石でも研げるものとそうでないものとあったりするので、そこはすごく面白いですね。今回の動画は以上です。もう1年過ぎてしまったので、東京に戻らなきゃいけないですね。東京に戻ってからも YouTube は続けますので、ぜひ、興味のある方、応援してくださる方、ぜひ続けてみていただけたらなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。